今、緊急で動画を発してるわけなんですけど、なんか昨日ですかね。LINE に佐川急便から通知が来て、今日に荷物が届く予定ですと LINE が来ましたって。これ何頼んだのか全然記憶になくて、ふるさと納税の定期便が来るのかななんて思ってたらですね、これが来てですね、で、表面に貼られているこの、税関かなんかのシートを見る限りだと、これ、マルチファンクションストークスって書いてたんで、これが中に入ってるんだろうなと思ってます。で、一応さっき、X で、やりとりのある担当者さんに、なんか届きましたよって連絡はしときました。いつも通り、やりますよ。この弱小サイト、弱小のメディアにですね、こうやって物を送ってもらえるのは、本当にありがたいですね。ネタができるんで本当にありがたいです。なので、何も言わずに送るなんて、とか全然言わずにですね、いや、やらせてくださいと。全然、今までお世話になってるんで、レビューしますよと。最近 TGS とかで多分担当者の方相当忙しかったのか、連絡忘れてるんだと思うんですけど、送ったらやってくれるだろうというのか、それとも、連絡取ったつもりで送ってしまったのか知らないですけど、いいですよ、やりますよ。いつも通り、開封して、いうことでですね、やろうと思います。まずこれ開けたら本当にこれが出てくるのかというところで、ほんとちょっと、切れ目は入れて、今から開けやすくはしたんですけど、本当にまだ中見てないです。何が入ってるんでしょうね。すごい横に長いんで、なんかエクステンションバーとか、または、新しいアクティブペダルのブレーキの部分だけとかが入ってるのかなと思ってたんですけど、どうもこのマルチファンクションストークス、これが入ってるようです。まだ中見てないんですよ。ここ切っただけで。まだ中見てないんですよ。で、じゃあ開けていきますか。で、この辺見ていきましょうか。ちょっと横のままで申し訳ないんだけども、でも急に来たんで、まだちょっと予習不足なんですけど、なんかこの辺のパッケージ見る限りだと、28個ものプログラムされたボタンが、スイッチがついてるんだよと。で、ワイパーだとかヘッドライトだとか、クルーズコントロールシステムとか、そういうのを設定できるようにもできますよと。そういうすごい便利アイテムですね。で、これはモザのコイルベースだったら多分全部つくと思うんですよ。ちょっとまだ確認できてないんですけど、多分全部つくと思うんです。で、問題はこれ他のコイルベースとかでも使えるのかななんていうのもちょっと調べれたらいいなと思ってます。で、あと質感ですね。おそらくモザさんなんでいい素材使ってると、金属メインのいい素材を使ってるんじゃないのかなと思ってます。ただまだ開封しないんで、どうなんでしょうかね。で、このマルチファンクションストークの、特徴を言うと、これ本物の車の部品ですよ。実車に近い部品を使ってるということですね。で、ワイパーとかライトとかクルーズコントロールの機能がありますよ。で、28個のプログラムされたシグナルを出せます。オートキャンセリングターンシグナルズ。左右の方向指示器もオートキャンセルできますよ。ハイドスクリューデザイン。目でスクリューだからネジとかが見えないように、外観すごい気使ってますよ。Compatible with third party bases。これ他社のホイールベースでも使えますと。そういうことだと思います。ほんと、さっき急に来たんで、
中に何が入ってるかとか全然予習しないんですけど、まあ大体見たら分かりますけど、まあ開けた時のまんま何も予習なしで開けてってます。これなんかケーブルが入ってますね。これは何ですかね。クイックリリースですね、これ。開けなさいって話ですね。これちょっと面白いですよ。なんか、まあ、今まで見たことのない、長さというか、設計のクイックリリースですね。なんかの金具が入ってます。これはボルトナット類ですね。そして本体。なんか全部アルミのように見えるんですけど、そこまで重くないですね。これ多分プラスチック。ここは多分金属っぽいですね。で、こういうメッキパーツもなんか金属。他はまあプラスチック。ちょっとプラスチックっぽいですね。でもまあ、私の車のものと比べると、日本車と比べると、結構まあそこまで新しくないけど、やっぱ実車の方が、かっちり感はあるかなと。この辺、ここにもなんかボタンがありますね。これボタンじゃない。これ押せる。でもこれ、SIM としては十分な質感だとは思うんですけど、プラスチックではありますね。なんで、超実車か、日本車レベルかと言われたら、レクサスに使ってるような素材かと言われたら、レクサスではないと思います。でも十分、しっかりしてんじゃないのかな。日本車と比べたらちょっと、日本車の方が、そりゃ、いいかなと思いますけど、これ、SIM なんで。で、値段が、$199なので、それで28個ものスイッチがついてるっていう、こっちも動きますね。これがクルコンなんですね、クルーズコントロール。これはボタンはない。ボタンは違うな。これボタンじゃない。こんな感じで動きます。で、側は、これが USB か。ここに USB があって、これを多分 PC と接続するんですね。で、これはそれぞれのホイールベースとこの辺の穴を使って接続していくと。ほんとこういうのが必要だった人にとっては、まあ、結構満足できる機能がいっぱいついてる。これなんて言うんですか。ストークって初めて言うようなワードですよね。なんかまあ、ウィンカーレバー類だなと思います。モザのマルチファンクションストークス開封しました。これが付属品ですね。USB ケーブル。差し込み口はまあ普通のタイプで、マルチファンクションストークス側がタイプ C ですね。で、六角レンチが4種類。で、スパナが1つ。そして、こういう、ボルトナットがくっついたやつが2、4、6、8本。で、ちっちゃいのが2、4、6、7本。で、なんか太いボルトが3種類。細い長いやつが3種類。で、ちっちゃいのが2つと、まあ、ちっちゃいけど中くらいのやつが1つと、金具ですね。あと、
両面テープです。それと、延長できる、クイックリリース。これがついてます。で、我が家にはですね、1、2、3、4、5、6。6個のモザから提供されたホイールベースがあります。こいつはちょっと不調で、R16 は今不調なんですけど、R16 持ってて、これ旧式の R16 なんで、旧型にもつくかなと気になってる人もいると思うんで、設置だけは、中身が壊れてもできると思うんで、やりたいと思いますけど、これが R3、R5 かな。こっちが R5？R5？ わかんない。R5、R12、R9、3、どれかわかんないけど、5、9、12があって、16と21が我が家には転がっています。で、それぞれちゃんとつくかどうかっていうのもやってみたいと思います。あと、ファナテックのホイールベースも転がってるんで、それにもちゃんとつくかどうか、こいつがマルチファンクションストークスがつくかどうかっていうのもやりたいと思います。この箱の、裏面にですね、このマルチファンクションストークを取り付ける方法っていうのが書かれていて、これをこう開けたら中に金属なんですけど、これ開けたら中にネジをさせるところが出てきますので、そこにこうやってネジを入れてあげて、で後ろのこの金具を取り付けてやると。そうするとつけれるよっていう話ですね。で R16 と21はちょっとまた別の方法があるみたいなんで、ボルト2本で簡単に取り付けれたので、こうやって戻して R3、これは R3 なんですけど、さっきくっつけたこの金具を上からこうかぶしてあげると、ここの2つの小さい穴、これ M3 の穴なんですけど、ここを使って止めることができますね。こことここで止めました。もうちょっとくっつけた状態、ほぼくっつけた状態で止めましたけど、ストックスの中心にこの軸が来るように、ちゃんと設計はされてますね。簡単につけましたけど、これが簡単にステアリングがはまるのかっていう話ですが、はまるんでしょう。これ RSV2 ステアリング、ちょっとはめてみます。こういうことですか。パドルがあるとそのままだとこう干渉して奥には入っていかないですね。で、これをどうにかするのがこのスペーサーになるんだと思います。はまりましたね。で、ここに先ほどのステアリングをこれではまりました。そうするとこんな感じですね。引いてもパドルには当たらないですね。だからパドルをわざわざ外さなくても使えるようにはなってます。こんな感じですね。握っても届くので、ステアリングからもちゃんと届く位置にマウントはされてると。そんな感じです。R3 だとこんな感じです。他もやってってもいいんでしょうけど、大体同じような結果にはなると思うので、サクッと合わせてみましょうか。
合わせるだけにしてみましょうか。ですけど、軸を延長すると、こんな感じになってて、ですけど、これぐらい伸びますね。何センチかな、ちょっと後でテロップに入れますけど、軸は延長しないといけないみたいなので、今すでにコックピットを持ってる方はポジションをちょっと考え直さないといけなくなるかもしれないですね。5、R9、R12 あるんですけど、これもですね、さっきと R3 と全く同じ方法で載せることができます。ネジ穴もしっかり合ってますね。これでこのまま使えます。R12 は、これ R9 です。で、R12。こんな感じですね。全部使えます。旧型の R9 なんですけど、これは、もしかしたらそのままステアリングをさせるかもしれないですね。ちょっとやってみます。旧型の R9 だと、何も考えずにそのまま、ステアリングをくっつけることができます。少なくとも旧式、私が持ってるのは旧式なんですけど、おそらく新型も同じだとは思いますけど、旧式の R9 だと、私の場合、このスペーサーを使わなくても、ステアリングをクイックリリースで接続することができました。じゃあ R12 と R5 はというと、ちょっと R5 はもう R3 と同じ方式じゃないと無理そうな気がします。R12 だと、パドルがちょっと固定できてないんですけど、レバーを引いたら、パドルが当たっちゃうかもしれないですね。R12 だとレバーを引くと、パドルとレバーがもしかしたら当たっちゃうかもしれないです。なんで、もしかしたら当たらないかもしれないですけど、ちょっとパドルの位置によっては、当たるかもしれないですね。当たっちゃうかもしれないです。この辺のストークスの前後の調整も、奥行き方向の調整もできそうなので、このスペースを使うか使わないかは、もともとこれ付属品としてついているので、購入された方はちょっと微調整していってください。これ当たります。R12 を R12 に、RSV2 なんですけど、パドル付きのステアリングを使用すると、RSV2 に関しては当たっちゃいました。一番奥にストークスを設置した場合でも、そのままクイックリリースで、表示のクイックリリースで R12 に RSV2 のステアリングを接続した場合は、このレバーが当たりますね。もうほぼ当たると思っていいでしょう。なので、やっぱり R12 にはこのスペーサーが必要になってきます。R9 に関してはこの軸が長いので、当たらないです。一応旧式、私は旧式で試しました。新型はわからないです。R5 で右が R12 なんですけれども、R5 の方が軸が短いので、R12 で無理だったんで、パドル付きのステアリングに関しては、R12 と R5 に関しては、これがいりますよ。もちろん R3 もいります。でこれはもう付属品です。ちなみにこの R12 でトラックステアリングを接続すると、このステアリングのフレームに引いたら当たりますね。なんでやっぱり R12 に関してはスペースは必須です。R9 だとどうかというと、ギリギリ当たらない程度
ギリギリ当たるか当たらないかですね。R9。ちょっとまだ R16 と R21 への接続っていうのをちょっとやってないんですけど、ずっとこのなんか貼り付けられているプレートがなんだか気になってました。そしてスペアもここにあるんですけど、どうも取説というか、箱の説明を見ていくと、このプレートで方向指示器を自動的に元に戻すという、機能があるみたいです。で、方向指示器左側にあるんですけど、ここにちょっとこういう構造のものがあって、例えば右に曲がりますって言って右に曲がりますとレバーを右に上に上げるとこの時が出てくるんですよね。でこのプレートを、右に曲がってでステアリングを真ん中に戻していくときにこのプレートが元に戻っていくと。でそうするとこのプレートがさっきの突起にこう引っ掛けて元に戻りますと。そんな構造になってるみたいです。じゃあ右に曲がりますって言ってめちゃくちゃこうステアリングをぐるぐる回した時どうなるかっていうと、右に回す分にはいくらこっちにやってもレバーは変わらずないと。で左に戻してセンタリングするときにカチャッと元に戻りますと。そんな機構になってます。それが分かりましたんで報告しておきます。お話が、R16 とか R21 の話ですけど、これが新型の、R21 で、これが旧型の R16 で、大きな違いはここの穴なんですよね。で旧型は穴開いてないんですよ。でそうすると、新型は多分簡単に今からつけるんですけど簡単につくはずなんです。ただ旧型なんですけど、これって社外じゃないわ、これは別売りするであろうブラケットを買わないとどうしようもないんじゃないのかなと思ってます。付属のこのブラケットだと多分どこにもつかないですね。少なくとも取説というか箱に書いてるインストラクション、取説を見る限りはつかないです。そしてこれ入らないんですね。多分入らないです。新型の R9、R12 に関してはここにこういう新たに穴が開けられていて、で旧型のこれ R12 とか R9 とかなんですけど、ここに穴があるんですよ。でもボルトで埋まっちゃってる。でも新型はボルトで埋まってないんですよね。で新型に関しては R16、R21 の新型と同じような位置にこういう穴が開いてるんで、それを使ってこのマルチファンクションストークスも中央にしっかり固定できるようになってます。旧型に関しては旧型の R12、より下のグレードの方に関しては、こういう穴を使って上から M3 のナットで締めていって、M3 のボルトで締めていってあげると。2点で上から止めるだけになっちゃいます。なのでやっぱりここに4つ穴がある新型の方がしっかりこのマルチファンクションストックスはくっつきます。でこれがこのポストを1本だけ使って R21 に対して新型 R21 に対してこのポストを1本ずつだけ使った場合なんですけど、延長のクイックリリースを使いました。でそのクイックリリースにはこういう方向指示器を自動で元に戻すためのプレートがついてるんですけど、ポスト1個だとかするぐらいしか、ちょうど触れるか触れないか程度の奥行きになってしまって機能しなくなっちゃうんで、R21 に関してはこれを2本
つなげるようにもともと設計されてるんだなと思います。かするだけなんですよ。なんで、自動で方向指示器を戻す機能はポスト1本だとちょっと使えないかもしれないですね。で、ポスト2本接続しました。そうするとですよ、これを例えば左に曲がりますってやって方向指示器が出ている中で左に何回も舵を切ったとしましょう。で、中央に戻しますってなった時に戻ると。ちゃんとこのプレートがこの突起に引っかかって戻りますと。で、それではファナテックも試しに見てみますけど、これは GTDD Pro ですね。まだ売ってないんですけどね。DD エクストリームがあるんで、なくてもいいっちゃいいんですけど、なぜか手放してない一品になるわけですけど、こういう時に役立つわけですよね。で、これ結論から言うとどうなるかっていうとですね、QR2 だとしっかり入らないんですよ。ちょっと汚いですね。QR2 だと奥まで入らないんですよね。ちなみに QR1 だと奥まで入りそうでした。だからこのファナテックで QR2 を使ってる人は軸をここの軸を延長するものを、DD1 とか DD2 だったら社外で出てますし、クラブスポート DD プラスについては純正品が海外では発売されてるので、そろそろ日本には入ってくると思うんですけど、それ購入してでうまくこの辺の穴を使っていろんな金具とか 3D プリンターとかでブラケットを自作してやってやるっていうことをしないと使えないのが現状ですね。なんか分解とかして真っ裸にしてみましょうか。今度時間があればこれを分解してこれにペタッとくっつけれるかどうか、そのままファナテックでもそのまま運用できるかどうかやってみたいと思います。ただし、できたとしても、パドルがついているステアリングに関してはパドルとこのレバーとかが干渉すると思うんで、パドルを取ったりしないといけないと思います。結構これをファナテックで使うには簡単にはいかない。簡単にはいかないと思います。ただその改造の土台にはなるかもしれないです。ただ改造するんであれば、社外品でレバーも売ってたりとかするので、そこまで高くないと思います。これ200ドル超えて200ドルぐらいだったと思うんで、それより安くもっと単純な製品を仕入れて、購入してでファナテックに改造するっていうのがファナテックユーザーにとってはいいのかなと思いました。なのでファナテック以外にもモザじゃないメーカーたくさんあると思うんですけど、ここの大きさとここの奥行きとあとレバーとそのステアリングのパドルの干渉っていうのを考えて、本当にこれが合うのかなっていうのを見極めてこのストークスを購入するかどうか決断されるといいと思います。とりあえず今日はこんな感じで終わりたいと思いますが、久しぶりなんでなかなかこの動画も回らないと思います。できれば皆さん高評価、見てなくてもいいので、見なくていいので、お情けの登録、そして X のいいねとか拡散とかしてもらえたら
また頑張るかもしれないので、よろしくお願いします。最近なんかモザさんの製品がバンバン送られてきて、そればっかりこなすだけのためになんかやってるような感じになってるんで、ちょっともっと面白いことをやっていきたいなとは思ってるんですけど、ちょっと10月は忙しいので、11月からちょっと本腰を入れて、いろんなことにチャレンジしたいなと思います。あと実際に、モザのホイールベースでこのストークスを使った動画っていうのはまだ撮れてないんで、実際にこのパソコンに接続してこれがどう動くか、僕はもうちゃんと動くと思ってるんで、遊んでる部分よりはまずはこの適合を皆さんが知った方が、みんな知れた方が嬉しいだろうなと。で、旧式の R1621 だとちょっと取り付けづらそうだなっていうのが分かったのと、サードパーティーのホイールベース、モザ以外のホイールベースでも使えるよとは書いてるんだけど、いろいろとこの取り付けについては工夫していかないと簡単に取り付けれないこともあるよっていうのが、今回の動画で分かったと思います。で、次回は実際に PC に接続するのと、頑張ってこれを分解してできる限り最小のコストでファーテックに取り付けることはできるかというのを検証してみたいと思いますので、いいねとか見なくてもいいのでチャンネル登録、あと概要欄のリンクから、これを購入してもらったら僕にちょっとお小遣いが入ってちょっとやる気出るっていう、ちょっとだけですけどね、ちょっとだけやる気が出るっていうのもあるんで、協力してもらえたらなと思います。